こんにちは、村雲です。今回の動画では、先日、トヨタ自動車より発表された新型プリウスの内外装の紹介と、先代からの進化ポイントをまとめましたので、購入予定の方の参考となれば幸いです。それではご覧ください。まずはグレード展開についてです。今回の発表において、新型プリウスのグレード体系は明らかになりませんでしたが、基本的には現行プリウスのグレード体系が継続されるものと推定されます。そのため、エントリーグレードの E、ベースグレードの S、上級グレードの A が設定されるものと予想します。これは PHEV も同様かと思われます。車両本体価格が現行の場合は、プリウスのハイブリッド仕様が259万7000円から360万円。プリウスの PHEV 仕様が338万3000円から401万円となっていますが、後ほど詳細を説明いたしますが、パワートレーンが排気量アップの2リッターエンジンとモーターを組み合わせたものに刷新されていること、また、機能面においても大幅なアップデートがなされているため、車両本体価格の値上がりは避けられないものと思われます。おそらくですが、より上級志向向けのユーザー向けへとプリウスブランドを高めたい意図があるものと思われます。続いてパワートレインについてです。新型のプリウスにはご覧の通り大きく分けて3つのパワートレインが設定されており、 1.8 リッターのエンジンとモーターを組み合わせたハイブリッド仕様、2リッターのエンジンとモーターを組み合わせたハイブリッド仕様、2リッターハイブリッド仕様のバッテリーを大型化し外部充電可能としたPHEV 仕様があります。1.8 リッターエンジンのハイブリッド仕様が現行のプリウスにも採用されていますが、こちらは特にモーター関連ユニットの世代が最新世代のものへと置き換わっており、新型ノア、ボクシーや先日年次改良が行われたカローラシリーズに採用されたものとなっています。そのため、カローラシリーズと同様のモーターが採用されている場合、フロントのモーターの馬力が23馬力アップ、4個を選択した場合の馬力が約34馬力アップと別物となっており、より電動感のあふれる軽快な走りを実現されていると思われます。また、カローラシリーズとプリウスの燃費の差を考慮すると、30キロ後半の燃費を達成できるものと思われますので、コスパという面でも非常に優れたパワーユニットであると思われます。2リッターエンジンのハイブリッド、PHEV 仕様に関しては、新型プリウスから初採用される今回の改良目玉といえるパワーユニットとなっています。ハイブリッド仕様に関しては、おそらくですが、モーターユニットに関しては 1.8 リッターハイブリッド仕様のものと同じものを採用しつつ、TNGA 技術を採用した新世代のエンジンとなっており、エンジン自体の熱効率も限界まで高められたものとの組み合わせとなっています。結果としてシステム最高出力が193馬力と現行の約 1.6 倍を実現しつつ、現行同等の燃費性能を達成できているとのことです。エンジンの排気量アップのメリットとしては、加速に対するエンジンの余裕後ろにもあると考えられ、追い越し時の加速などのレスポンスの高さや、正規性の高さなどが 1.8 リッターハイブリッド仕様を上回る点であると考えられ、より高級な走りが実現できているものと思われます。PHEV 仕様に関しては、2リッターハイブリッド仕様に大型のバッテリーを採用し、外部充電が可能となった仕様となっており、バッテリーが大型化したことで、より大電流の供給が可能となり、より積極的にモーターの出力を引き出すことが可能となるため、結果的に最高出力が223馬力とスポーツカー並みのスペックを実現されています。また、そのスペックを有しつつ、EV 走行距離を現行仕様から 50% 以上向上ということで、現行スペックからの単純計算では90キロ以上 EV 走行可能ということになります。かつて私自身も現行 PHEV のバッテリーが満充電の状態で100キロほど走行した際の燃料消費量が2リッター程度だったこともあり、そのことを考えると日常使いにおいてほぼ EV として活用できることと思われます。そのため PHEV は最上級仕様のユニットとしてふさわしい努力性能を持ったパワートレインであることが言えます。ただ、一つだけ注意点として、ハイブリッド仕様には
4クロ設定があるのに対し、PHEV 仕様には新型も4駆仕様の設定がないそうです。おそらくバッテリーの大型化などの搭載の問題かと思いますが、使用環境によってはこのことがネックとなるユーザーの方もおられるかと思いますので注意です。続いて内外装飾についてです。まずは外反色についてです。新型プリウスには新規外反色のグレー系のアッシュ、イエロー系のマスタードを含む全7色が設定されています。ホワイト系が2色設定されている点からも、おそらくグレードごとに選択できるカラーバリエーションが異なることが予想されるため、グレード選択の際は注意です。また、現行プリウスに設定のあった赤外線を反射し、車室内の温度上昇を抑え、エアコンの信用頻度を落とすことで燃費アップに貢献するサーモテクトライムグリーンの採用がないため、新型プリウスが燃費スチャルの車の立ち位置を変えようとしている点が伺えます。内装飾に関しては、ご覧の3バリエーションが設定されており、ブラックにシルバー系のアクセントがあるもの、レッド系のアクセントがあるもの、そしてモノトーンのものがあります。レッドのアクセントを配することで、スポーティーな印象を与えるバリエーションが設定されていることからも、コモディティ画ではなく、ドライバーズカーとしての魅力を高める意図を感じられます。また、ステップライン加色と呼ばれる加色が、左から1つ目と2つ目のシートに配されていることから、この2つは上級仕様のグレードのものであることが推定されます。外観紹介。まずはフロントフェイス周りからです。特徴的な面としては、ハンマーヘッドをモチーフとした切れ長のヘッドライトであり、BZ4X や新型クラウンといったモデルと共通した先進的なフロントフェイスとなっています。このシャープなヘッドライトに合わせるように、フロントグリルの開口幅もフロントフェイスカブに最小限で開口されているなど、これまでのプリウスのみの個性あるフロントフェイスではなく、昨今のトレンドに準じたフロントフェイス周りとなっていることで、幅広い世代に受け入れやすいデザインになっていることかと思います。質感に関しても上級グレードであるためかと思いますが、グリル周りなどに無塗装樹脂部はなく、非常に高い質感が担保されているものと思います。一点気になる点が、ライトニットが単眼となっているため、対向車を検知し、暴言しつつハイビームを行うアダプティブハイビーム機能がグレード問わず採用されないかもしれないことが気になるところです。サイドのデザインはこのようになっており、ボディサイズは全長 4600mm、前高 1430mm、前幅 1780mm、ホイールベースが 2750mm となっています。この数字を現行と比較すると、前長プラス 25mm、前高マイナス 40mm、前幅プラス 20mm、ホイールベースプラス 50mm となっています。この比較からもわかるように、新型ではよりロー&ワイドのシルエットが強調され、スポーティーかつ空力特性の良い車両へと進化しています。フロントオーバーハングが延長されたこと、また A ピラの角度が極限まで寝かされていることで、車両前方から後端に至るまでのこれまでプリウスが採用されていたワンモーションシルエットがより強調されていることがよくわかります。このデザインは空力的にももちろん優れていることと思いますが、前高が下げられたことにより、エコのためのデザインというわけではなく、純粋にかっこいいシルエットへと昇華されているように思います。そう思う点としては、19インチだと拡大されたホイールの存在感も相まっていることだと思われます。おそらくですが、全グレード19インチではなく、17インチや18インチのグレードも設定されることと思いますが、積極的に19インチホイールを選択したいところですね。面のデザインに関しては、極力プレスラインを配したシンプルな面構成となっており、フロントフェイスとは対照的に BZ4X やクランの面処理とは異なる点で、プリウスのどの世代にも受け入れやすいデザインコンセプトを体現しているものと思われます。注意点としては、ホイールアーチや B ピラーなどの質感についてです。この画像の上級仕様のグレードでは、ピアノブラック調に塗装されていますが、発表会の画像を見ると、無塗装樹脂の使用もありましたので、質感に関してはグレードごとに若干の差異がありそうです。懸念点としては2つあります。1つ目が前高ダウンにより居住空間が狭くなっているかもしれない点ですが、ホイールベースが延長されていることと、
ヒップポイントがダウンしていることで、現行以上の居住空間が確保されていそうです。2つ目が、全長及びホイールベースの延長分が、フロントオーバーハングの延長、及び室内長の延長にあてがわれており、リアのオーバーハングが短くなっていることによるトランク容量の減少です。こちらの画像の通り、バッテリーや燃料タンクの配置の適正化により、トランク容量を現行より拡大したとのことですが、こちらは実際に実写を確認してみることをお勧めします。リアのデザインはこのようになっており、こちらに関しても昨今の流行りを採用した一文字のテールランプが先進感を演出しており、クラウンや未来と共通性があることで高級感があり、視覚が上がったようにも思えます。マフラーは隠されるデザインになっており、下部の樹脂パーツもピアノブラック調に塗装されているなど、高い質感が担保されていることが印象的です。また、現行までのプリウスで採用されていた分割式のリアウィンドウでなくなっていることで、前高は下がりましたが、後方視界としてはアップしているかもしれません。続いて、内装紹介、運転席周りについてです。一目見て、内装のコンセプトが現行までと大きく異なることがわかります。現行ではセンターディスプレイが採用されていたものが、新型ではオーソドックスなメーター配置へと変わっています。ただ、メーターの配置の前後位置は通常のトヨタ車と異なり、ハンドルの上からメーターを見る BG4X と同様のアッパーマウント方式が採用されています。この方式を採用したことで、目線移動がより少ない状態で車速情報などを読み取ることができるため、この機能からもドライバーズカーとしての側面を強く持っていることがわかります。ただ、この仕様を採用されている BG4X を一度使用したことがあるのですが、ハンドル位置など少し慣れが必要であったので、こちらも実写の感じを一度確認された方がいいかと思います。BG4X の場合は、非円形のステアリングの採用を前提とした設計であるため、この方式の採用が理解できたのですが、プリウスでは非円形ステアリングの採用は予定されてないかと思いますので、この方式を採用した背景が少し謎ですね。このメーター方式の採用に伴い、ハンドルデザインに関しても BG4X 採用のものと同じものが採用されているものと思われます。運転支援系の装備としては、最新のトヨタセーフティーセンスが採用されるとのことですので、ネジ回路が実施されたばかりのカロラシリーズに採用されているレーダークルーズコントロールの機能や、右左折時の対向車や歩行者を検知できるプリクラスセーフティの採用を行われているものと思われますので、標準装備の機能だけで運転初心者の方でも安心して運転できるものと思われます。それに加えて、車側が駐車動作を全て行うアドバンストパークの採用も行われそうです。おそらくオプションかと思いますが、運転に不安になる方は、そちらの装備を選択されることをお勧めします。今回のプリウスは、前高が低くなったことや、A ピラーの角度がより生かされていること、現行も抱えている斜め後ろの視界の悪さなど相まって、車両角度のつかみやすさや、視界の広さに関しては、どうしても悪化しているかと思われますので、アドバンストパークやパノラミックビューモニターなど、予防安全装備は積極的に選択した方が良いかと思います。ナビとしては 12.3 インチ、もしくは8インチのナビが採用されており、上級グレードには 12.3 インチ、ベースグレードには8インチナビが装備されることになるかと思いますので、注意です。このナビに関しても、横長のナビが採用されていることで、運転中の視界に邪魔にならないよう配慮されており、先に述べた前方視界の確保に工夫が加されていることがわかります。また、現行からボタン配置が見直されたことで、運転中に視界に入る要素が極力排されていることで、運転に集中しやすいシンプルな空間作りが行われていることが新型の特徴です。さらに、そのナビの下部には、アンビエントライトが配されていることによる光による演出によって質感が高められているのと同時に、予防安全機能と連動したトヨタ初の警告コールを持っているとのことで、機能性と質感アップを果たした機能であり、全グレード標準装備であってほしいところです。センタートンネルには、従来デザインとは異なる
電子式のシフトレバーが配置されており、クラウンのものに近いデザインとなっているため、誤操作の防止であることに加えて、操作感としてもより高級感が高められているものと思います。その横には、クラウンに採用されている縦型の置くだけ充電が採用されており、小スペック化と機能性を持ったアイテムとなっています。これの採用により、ペットボトルホルダーが横置きに2つ置けるようになっていたりと、新型プリウスの内装は、機能性に加え、空間効率の進化を著しく感じます。シート形状としては、ご覧の通り、サイドのサポートが張り出した機能性を重視した形状となっており、動力性のアップに伴うスポーティなドライブにも対応可能なものとなっていると思われます。後席の快適装備としては、現時点ではほとんど判明していませんが、ご覧の通り、ムーンルーフのオプション装備はあるのは確実となっています。ただし、注意点として、PHEV 仕様の場合は、ソーラー充電機能をルーフに装備することも可能となっており、こちらを採用した場合は、ムーンルーフの採用できないと思われますので、注意です。まとめです。外観デザインとしては、個性ではなく、昨今のトヨタ車に採用されている共通デザインとすることで、万人に受け入れやすいデザインになっているかと思います。特にサイドのシルエットは、空力の良さを追求することで、機能美といえるかっこいいシルエットを獲得していることが印象的です。内装デザインに関しては、外観デザインの先進性に引けを取らない、ボタンを極力減らしたシンプルな構成となっていることで、装備の充実だけでなく、空間効率の進化を顕著に感じることができました。動力性能に関しても、新世代のハイブリッドユニットを採用することで、燃費だけでなく、スポーツ性能も高めることで、デザインと相まって、ドライバー使いとして欲しいと思える車へと昇華されていることが印象的でした。今回の動画の内容としては以上となります。このチャンネルでは他にも、新型車の情報や、愛車のスープラ関連の DIY 情報の発信を毎週行っております。自動車好きの方の参考となる情報を発信していけるよう努めていきますので、動画の高評価とチャンネル登録のほどよろしくお願いいたします。また、動画内で実施してほしい企画などありましたら、コメント欄までよろしくお願いいたします。それではご視聴ありがとうございました。